今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。私の毎日はとても静かだ。会社とこの社員寮を往復するだけの日々。転勤してきてもうすぐ1年になるというのに、プライベートで会うような友人は一人もいない。休日スマートフォンの通知が一度も鳴らないことなんてザラだった。静かすぎて時々壁一枚向こうの世界から自分だけが切り離されてしまったような感覚になる。ただ私にも一つだけささやかな楽しみがあった。金曜の夜、仕事からの帰り道にあるコンビニで少しだけ高いアイスクリームを買うこと。そして自室の小さなベランダに出て、それを食べながら遠くに見える高速道路のオレンジ色の光をぼんやりと眺める時間。誰にも邪魔されない私だけの聖域。その風景だけがこの街と私をつなぐ唯一の細い糸だったのかもしれない。窓から見えるのはどこにでもあるような変哲のない住宅街の屋根ばかり。それが私の世界のすべてだった。数年前のこと、私の職場に桐山さんという人が転勤してきた。私と同じように地方から単身で、年の頃は私より少し上だろうか。口数が少なく、いつもスーツの着こなしが少しだけ乱れていて、どこか影のある人だった。彼も私と同じ社員寮に入ることになった。私が住んでいるのは女子寮で、彼は道を挟んで向かいにある男子寮。建物が別なので顔を合わせることはめったにない。ただ同じよそ者というだけで、私は彼に少しだけ親近感を覚えていた。彼が来てから数日経った頃、廊下ですれ違ったことがある。私が会釈をすると、桐山さんはびくりと肩を震わせ、まるで幽霊でも見たかのように私から視線をそらした。彼の視線は決して人と会おうとせず、いつも窓の外か何もない空間の一点に向けられているようだった。この寮は古いせいか、どの部屋も静まり返っていて、他の住人たちの生活感が希薄だったけれど、彼のまとう空気はその中でも異質なほどに冷えていた。そして転勤してきて2週間ほど経った頃だろうか、給湯室で一緒になった時、本当に何気ない世間話の流れで桐山さんは私にこう聞いてきた。あのさ、寮の窓から見えるあの高い煙突って何かな。その時の桐山さんの顔を私は今でも忘れられない。血の気が引いて青ざめていた。まるでこの世の終わりでも見たかのように。彼の視線は必死に私を捉えようとしているのに、その焦点は合わず、瞳の奥がゆらゆらと揺れていた。煙突？私は首を傾げた。私の部屋から見えるのは、さっきも言った通り、低い屋根が連なるばかりの風景。高い煙突なんて見たこともない。煙突ですか。工場か何かありましたっけ、この辺に。いや、工場じゃない。もっとこう古びてて黒くて、ただそこに立ってるんだ。空に向かってまっすぐに。私と桐山さんの部屋は寮の中でも端と端でかなり離れている。窓から見える景色が違うのは当たり前のことだ。それに私だってこの土地に詳しいわけじゃない。銭湯とか古い焼却場の煙突じゃないですかね。気にしたことなかったですけど、私は戸惑いを隠しながらできるだけ明るい声でそう答えた。桐山さんのあまりの剣幕に少し気をされてしまったのだ。彼は私の答えに納得したのかしていないのか。そうか、
とだけつぶやくと、力なくキビスを返して給湯室を出て行った。その背中がやけに小さく、そして頼りなく見えたのを覚えている。それが桐山さんと私が交わしたまともな会話の最後になった。その日を境に桐山さんは少しずつでも確実におかしくなっていった。職場ではありえないようなミスを連発するようになった。重要な契約書の数字を一行丸ごと間違えたり、取引先の名前を呼び間違えたり、会議中に焦点の合わない目でぼんやりと窓の外を眺めていることも一度や二度じゃない。同僚たちが心配して声をかけても、ああ、いや、なんでもないとうつろな返事が返ってくるだけ。目の下には日に日に深いクマが刻まれ、頬はこけていった。まるで何かに命を吸い取られているかのように、ある日の昼休み、私が彼のデスクのそばを通りかかった時、ふとその手元が目に入った。桐山さんは業務用のメモ帳にボールペンで何かをびっしりと書き殴っていた。それは無数のさまざまな大きさの煙突の絵だった。歪んだ線で何度も何度もなぞられた黒い塔が紙面を埋め尽くしている。その執拗さに私は思わず息を飲んだ。正直に言えば怖かった。彼の異常さに気づきながらも私は何もできなかった。面倒なことに関わりたくないという気持ちがなかったといえば嘘になる。自分もまだ会社に慣れていないのに余計な行動は取れない。そうやって私は見て見ぬふりをした。彼の心の悲鳴から耳を塞いだのだ。その選択が後にどれほどの後悔となって私に返ってくるかも知らずに、一度だけあまりに憔悴しきった様子の彼を見かねて声をかけたことがある。桐山さん、大丈夫ですか？最近顔色が悪いですよ。すると彼はびくりと肩を震わせ、まるで亡霊でも見るかのような目で私を捉えた。そして絞り出すような声でこう言ったんだ。見えるんだ。毎日少しずつ大きくなってる。煙突が、あれは俺を呼んでる。俺を迎えに来るんだ。その言葉の意味を私は理解できなかった。ただ彼の正気が失われつつあることだけは嫌というほど伝わってきた。私は彼の背中をさすることしかできなかった。疲れてるんですよ。ゆっくり休んでください。そのありきたりな慰めの言葉がどれほど無力だったか、今になって痛いほどわかる。桐山さんがあの言葉を私に残してから一月も経たないうちだった。彼が死んだ。寮からほど近い何の変哲もない住宅街のアスファルトの上でぐしゃぐしゃに壊れた肉の塊になって発見された。警察の現場検証によると死因はかなり高いところからの墜落死。でも奇妙なことにその周辺には桐山さんが飛び降りるほどの高さのある建物なんてどこにも存在しなかった。せいぜい2階建ての民家が数軒あるだけ。事件性はなく他殺の疑いもない。結局彼の死は原因不明の事故死として静かに処理された。車内ではさまざまな憶測が飛び交った。聞いた話だと体がアスファルトに半分めり込んでいたらしいぞ。悲鳴一つ、物音一つ、誰も聞いていないんだって。まるで空から音もなく置かれていたみたいに、誰もが彼の死の異常性を面白おかしく語り、そしてすぐに忘れていった。窓の外を見つめていた彼の姿を、煙突の話を覚えているのは
もう私だけになってしまったかのようだった。ただ私の心の奥底には鉛のような思いよりがずっと残り続けていた。桐山さんは一体何を見ていたんだろう。そして彼はどこから落ちてきたんだろうと。桐山さんのお葬式は彼の故郷で執り行われることになった。会社を代表して私も参列することになった。新幹線と在来線を乗り継いでたどり着いたのは九州の寂れた海辺の町だった。潮の匂いがやけに強く鼻につく。駅で私たちを出迎えてくれた遺族の方の車に乗り込み、桐山さんの実家へと向かった。海岸線沿いの古い道路を走っていた時だった。助手席に座っていた私は不意に窓の外に広がる風景に目を奪われた。あれは私の視線の先、海を背にしてそれが立っていた。古びた巨大なコンクリートの工場、そしてその工場の敷地から天をつくように一本の煙突がそびえ立っていた。赤茶けたレンガの色、ところどころが黒くすすけていて、まるで巨大な墓標のようだった。煙なんて出ていない。ただ圧倒的な存在感で黙ってそこにある。私が呆然とそれを見つめていると、運転していた桐山さんのお兄さんが静かな口調で言った。ああ、あれですか。うちの町のシンボルみたいなもんですよ。お化け煙突って呼ばれててね。昔からずっとあそこにあるんです。お化け煙突。ええ。なんでも昔あの工場でひどい事故があったとか、あの煙突に登ると神隠しに遭うとか、まあ田舎によくあるただの迷信ですよ。そう言ってお兄さんは力なく笑った。でも私には笑えなかった。心臓が嫌な音を立てて脈打つのを感じる。間違いない。桐山さんが言っていた煙突はこれだ。葬儀の場で私は桐山さんのお母さんと少しだけ話す機会があった。憔悴しきった彼女は私の手を握り、涙ながらにこう言った。あの子は子供の頃からずっとあの煙突に怯えていたんです。煙突に呼ばれるって、あの日転勤が決まってこの町を出るとき、これでやっとあの煙突から逃げられるってあんなに喜んでいたのに、どうしてあの子が、その言葉が私の予感を冷たい確信へと変えた。重い気持ちを抱えたまま、私は自分の住む寮へと戻ってきた。旅の疲れもあって、その日は泥のように眠った。そして翌日の朝、いつものように私は目を覚まし、何気なく本当に何の気なしにカーテンを開けた。そして凍りついた。視線の先、いつも見ていた低い屋根が連なる住宅街のその向こう、空と街の境界線に黒い線が一本突き刺さるように立っていた。煙突だ。細く高く空に向かって伸びる黒い煙突。遠くに見えるせいでその輪郭は少し霞んでいる。でも私には分かった。桐山さんの故郷で見たあのお化け煙突にそっくりだった。全身の血が逆流するような感覚。息ができない。嘘。声にならない声が喉から漏れた。私は何度も目をこすり、もう一度窓の外を見た。でも煙突は消えない。まるで最初からずっとそこにあったかのように平然と立っている。そんなはずはない。今まで何百回とこの景色を見てきた。でもあんなもの一度だって目にしたことはなかった。私は必死に合理的な理由を探そうとした。目の錯覚だ。疲れのせいだ。
何度も窓から離れては見直し、冷たい水で顔を洗った。でも煙突はそこにあった。震える手でスマートフォンの衛星写真アプリを開いた。地図を最大まで拡大し、煙突が見える方角を血眼になって調べる。でもそこにあるのは住宅街と小さな公園だけ。煙突どころか工場らしき建物すら存在しない。過去の航空写真、古い地図のデータ、何を見ても結果は同じだった。この恐怖は私の中にしか存在しない。その事実が私を底なしの孤独へと突き落とした。日を追うごとに煙突は少しずつその姿をはっきりとさせていく。いや、気がするじゃない。確実に近づいてきている。昨日は米粒ほどにしか見えなかった先端が、今日は小指の先くらいに見える。気のせいなんかじゃない。会社の給湯室で同僚の佐藤さんが心配そうに声をかけてきた。〇〇さん、最近元気ないね。何かあったの？佐藤さんはこの会社で唯一私に気さくに話しかけてくれる人だった。以前なら当たり障りのない世間話ができたはずなのに、なんでもない。ちょっと寝不足なだけだから、本当のことは言えるはずもなかった。私の部屋から他の誰にも見えない煙突が見えるんですなんて口が裂けても、そうやって吐いた小さな嘘が私とこの世界の間に分厚いガラスの壁を作っていく。もう誰も私の内側には入ってこれない。そして私ももう外には出られない。私の日常は静かに、しかし確実に崩壊していった。夜、部屋の電気を消してベッドに入るのが怖い。カーテンを閉め切っていても、その向こう側にあの黒い影がじっと佇んでいるのを感じる。風もないのにカーテンがかすかに揺れる。窓ガラスを何かが指先でカリッと引っかくような音が聞こえる。好きだった音楽はただの騒音にしか聞こえず、食べ物の味は砂を噛んでいるように感じられなくなった。街を歩けば電柱も建設現場のクレーンも縦に長いものすべてが一瞬あの煙突に見えてしまう。あれほど楽しみだった金曜日のアイスクリームももう買わなくなった。あのベランダにもう出ることはできない。だってあそこはもう私だけの聖域じゃない。あの煙突に見られるための特等席になってしまったから。カーテンの隙間から外を伺うと、煙突はいつもそこにいて、暗闇の中で私が出てくるのをじっと待っているような気がした。私は桐山さんと同じ道をたどっている。これを読んでいる。あなたにお願いがあります。どうか私のことを頭のおかしくなった女のたわごとだと思わないでほしい。今私の部屋の窓の外にはもうはっきりとあの煙突が見えています。赤茶けたすすけたレンガの肌触りまでわかりそうなくらいに、てっぺんの黒く開いた穴がまるで巨大な一つの目のように、私の部屋を、私自身をじっと覗き込んでいる。部屋の中に湿ったコンクリートと錆びた鉄のような匂いが混じり始めた気がする。窓ガラスに触れると真夏なのにまるで真冬のようにひやりと冷たい。耳鳴りの奥でゴーと低い風の音が聞こえる。煙突の中を吹き抜ける風の音だ。もう逃げられない。どこにも逃げる場所なんてない。あの煙突は桐山さんを迎えに来たように、今度は私を迎えに来たんだ。高い高いあの場所へ。だからお願いです。これが私の最後の力です。今すぐ
あなたの家の窓を開けて外を覗いてみてください。どうかお願い。それまであなたの世界の風景の中に存在しなかったはずのものが見えたりはしませんか？例えば、そう、空に向かってまっすぐに伸びる黒くて高い一本の煙突が、もしもあなたの窓からそれが見えてしまったら、もう手遅れです。そのことを決して誰にも話してはいけません。話せばその相手にも見えてしまうから。この呪いは言葉を介して伝染していくのです。だから絶対にそれと目を合わせてはいけない。あ、最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を